こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。これはとある雨の日に部長ガイさんのハイゼットカーゴ車内から録音した音声です。お聞きの通り、雨音がとてもうるさいです。これを何とかするために天井に制振材を貼ることにしました。制振材は Amazon で海藤さんのものを購入しました。こちらは Amazon の商品画像です。このように大きなシートなので、まずは貼りやすいサイズにカットします。はい、デッドニングシートをカットしていきます。今回購入したのは幅46センチで長さ5メートルとのことです。サイズは適当なんですが、これ46センチの半分23センチぐらいに対してこんな感じのサイズ感にしたかったんで、この亀のこの模様を頼りになんとなくしていきましょう。だいたい1、2、3、4、5、6、7つ目のここの角っこに合わせて切ると次が中途半端になって、また1、2、3、4、5、6、7ぐらいでカットしました。で、こういうハサミで切ると、ここに糊がついて、にちゃにちゃになって全然切れなくなってくるので、こんなロータリーカッターを買いました。はい。1、2、3、4、5。感じかな。こちらも Amazon で購入したので、制振材と合わせて概要欄にリンクを置いておきます。こんな感じでカットしました。次に天井のフレームのネジを緩めておきます。このプラスネジですが、とても硬くて舐めてしまう人が多くいるようです。ガイさんも最初電動ドライバーで外そうとしたら舐めてしまったので、港南の工具貸し出しサービスを利用してインパクトドライバーを借りました。次からは簡単に外せるように、この機械に全部六角ボルトに置き換えました。制振材を天井の鉄板に貼り付けるために内張りを外します。そしてその前にオーバーヘッドシェルフを外す必要があります。オーバーヘッドシェルフの外し方は手順が多いので別の動画にまとめました。概要欄のリンクからご覧ください。天井のフレームを外します。事前にネジを六角ボルトに交換しているのでソケットレンチで回しています。見た目通りにそこそこ重たいので、片方のボルトを外した後はフレームが歪まないように押さえながらボルトを外しています。フレームをすべて外し終えたら内張りを外します。内張りは3枚に分かれています。折れてシワになるのを嫌って慎重に外しました。
シワになると元に戻らず不格好で精神衛生上よろしくないのだそうです。一番前はしっかりと挟まっていて外しにくかったです。鉄板があらわになったので制震剤を貼っていきます。まずはパーツクリーナーで脱脂をします。脱脂が終わったら1枚ずつ順に貼っていきます。シール状になっているので剥離紙を剥がして貼り付けることができます。剥がれてこないようにローラーで押さえつけます。ローラーはモノタロウで購入しました。制震剤は少し重さがあるので天井があまり重たくならないように、まずは鉄板の大部分にのみ貼ることにしました。鉄板は柔らかいので力を入れすぎず、でもしっかりと貼り付ける必要があり、絶妙な力加減が求められます。お、なんだか最初の頃とローラーの音が変わってきたように感じます。これは期待できそうです。半分ぐらい貼ったところで天井をコンコンして響きに変化が出ていることをチェックしました。これで不十分であれば鉄板の凸部分にも追加で貼ろうと考えていましたが、結果的にこの量で十分な効果が得られました。設置前後の音を比較してみます。まずは設置前。これはひどい。まるでドラム缶を叩いているようです。そして設置後。おお、びっくりするほど響かなくなりましたね。雨音も比較してみます。これが最初に流した設置前の雨音です。そしてこれが設置後の雨音。雨の降り方はその時々なので正確な比較ではないですが、体感としては多少の雨では全く音が気にならなくなりました。静かになりすぎて BRZ がうるさく感じてしまいます。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。